はい、皆さん、春でございます。クラウドファンディング、おかげさまですごく順調でございます。渋谷で8月15日にやる非戦ライブの支援金ですね。そのライブ無料なので、ぜひそのライブを開催するための支援金を皆さんに募集してます。その上で皆さんもこのライブに参加していただきたいという気持ちでやっております。ただ、あと20日あります。あと20日ありますので、その間にお友達とかいろんな方々に声をかけていただいて、なるべく参加者が多く参加してくださると嬉しいので、ぜひあと20日ありますから、皆さんまたいろいろと僕のページをキャンプファイヤーの方で覗いてみてください。在日米軍は暗殺してないです。捕まってる方がいるでしょ。その方がやったかというとそうでもないです。一番淡くったのはどこ？そうやられて。そうです。しかないでしょ。はるさん、なんか私 YouTube 見てるときに、なんかたまたま、安倍さん？安倍晋三さん？はい。元首相ね。元首相の、事件は、こうだ、みたいな番組をやってて。あ、水口さんのやつ？そう。ノーボーダー。はい、そうなんですよ。ブレイキングダウンとかは、ごめんなさい、全然知らないんですけど、本当にちょっと気になり、サムネに釣られてちょっと見てみましたみたいな感じなんですが、あれってどうなんですか？在日米軍がなんか、そうなの。暗殺したとかっていうね。実は犯人は、みたいなことになってたんですけど。ちょっと話がいくつか錯綜したんで、整理しますけど、まず安倍さんの話で言うと、在日米軍は暗殺してないです。でもじゃあ、その事件の時に今捕まってる方がいるでしょ？もう起訴されたのかな？その方がやったかというとそうでもないです。それはちょっと後で説明しますけど、相場に溝口さんだよね。彼はね、僕すごい策略家だと思ってる。もともとブレイキングダウンって1分で、路上の喧嘩って1分でしょっていう考え方がニンクル君が作った、いわゆる新しい格闘技。格闘技なの？格闘技です。ブレイキングダウンっていうのは。3分は長すぎると。喧嘩って1分ぐらいじゃないのって。その中で、本人が編み出した新しい考え方。エンタメにしたあれってこと？エンタメなんですよ。いや、格闘技。格闘技。それがみくるくんはアイデアを出した人、そこに対して、その前の仕掛け人の人だったりとかね、そこに溝口さんも入って、COO で入って、やってる会社がある。で、そのブレイキングダウンの中に、実はもちろん朝倉未来参加しますよね。ヒカルくんとかも遊びに来たりとか、あとは三崎優太さんも実際に出場したりとか、いろいろありましたけど、その界隈がいっぱいいる中で、溝口さんをずっと見てたんですよ。例えばガーシーさんの援助の仕方、例えばヒカルくんの YouTube の作り方、あとホリエモンもそこに関係するので、ホリエモンの炎上のさせ方、言い方とかね。そういうのを見ていくうちに、都市伝説はいいなと。その都市伝説の中でも、皆さんが作ってきた YouTube の中で最もこれに対してフックがついてて、さらに印象がいいものがいいだろうと。で、皆さんのやってきたものの上を越えていく話題性を作れるものということで、ノーボーダーっていう YouTube を今回やったんですよ。その中の一発目ののろしとしてあげたのが安倍さんは、実は在日米軍にやられた。もしくは、こんな話も出てるんですよ。これは溝口さん言ってないけども、実は死んでないっていう話もある。はい。もう早々と、僕のかの国に行ってますよ。っていう話も、命を狙われているね。そういう意味ではね、溝口さんってすごい計算がすごいので、僕ら裏方の人間から見ればよくいる、プロデューサーですよね。それがノーボーダー。なるほどね。たまたま見たんだ、私。1回目のもの。流れてきました。エンタメだと思ってみんな見ないとね。ただ彼ギリギリやってるんで、在日米軍なんて触っちゃうと本当に良くないんだけども、ギリギリそこ攻めてるんで、言われないし、にわかにネットをずっと喋ってて、これちょっと火種になりそうだなっていうところの話題に突っ込んでって在日米軍に行ったと思います。そういうことなんですよ。あっちこっちで噂になってるものを、どっかで誰かがまとめて炎上させると、その人が作ったみたいになるじゃないですか。でも実はどんなセンセーショナルな話でも、火種がないといかないんですよ。
火種があるところをうまく拾って炎上させるのがホリエモンなんですよ。そういうのがうまいんだよね、彼らはね。そういうのをずっと手法を見てきて、あ、これはじゃあ安倍さん、あ、これはじゃあ逆に言うと今は在日米軍っていう噂が流れてきたから、今かなっていう、パッと言ってね。でもなんかその溝口さんのいろんないろんな方のものの寄せ集めでやってみてる試験的な番組みたいな感じってこと？いや、試験的本気でやってます。もう試験的じゃなくて、溝口さん自身は、本気。次のブレイキングダウンを作るぐらいの勢いで、次の YouTube 番組。次のコンテンツ。次の、まあ、これこそ溝口が作った。俺が作ったらブレイキングダウンもこうなんだと。俺が作ったら YouTube もこうなんだよっていうぐらいの勢いです。実際伸びてます。で、実際みんな見てるし、物議を、まあ本人の予想通り、望み通り物議をかまして、逆にソフトに今炎上してます。大炎上じゃないけどね。でもご本人はそっちを求めて。もちろん炎上しないとダメだから。僕らのチャンネルもそうよ。本当はこれ炎上させなきゃダメなんだよ。俺が炎上しないように消してんだよみんな。火種を。そっか。そうそう。いや、炎上したら今頃もう50万ぐらいいってますよ。平和に平和に。確かに。でもそんなことを僕らする必要ないから。まあ一緒にやってる運営する会社は困ってるかもしれないけど、それはね、もうおじさんがやってることでみんな許してるんですよ。しょうがないねって言って。ただそれはね、今炎上商法というのがあるように、炎上って要は、悪く見えるかもしれませんが、人ってね、必ずしもプラスの意見言うわけじゃないんですよ。世の中ってやっぱ7割、8割は人の悪口から始まるの言葉は悪いけどね、批判っていう部分、批評っていう部分でね。そしたらやっぱりそれは、書き込む人たちは悪口みたいになっちゃうから炎上になるということで、実は悪い意見もいい意見の反対側だったりとかするから、本当は炎上も大事なんですよ。話題を作るという意味ではね。でも僕は炎上の言葉が嫌いだから消すんですよ。そうか。スピリチュアリストなんで、ものにその相手の思いがぶつかってくるので。受けちゃうもんね、文面からもね。受けちゃうからね、で見れないというのも一つありますけどね。話を一個戻せば、溝口さんたちはそういうのにも全然長けてて、もう平気、もう、鉄の心臓ですよ。毛が生えすぎちゃって。大草原。ちょっと想像しちゃったんだけど。だからまあ彼は、そういう意味では何者にで始めてます。溝口さん頑張ってっていうことでね、まあ僕も今後注視しながらね、あんまり行き過ぎたら言いますけど、溝口さん、それをね、僕言わしてよ。それをね、言いますけど、よかったら応援しますよ。安倍さんがなんであんな風に狙われるかっていうことをみんな多分知りたいと思います。そうですね。だって安倍晋三がいる当時っていうのは、首相でね、そこまで評価しなかったの、国民は。そうだね。亡くなってからだって。そうですよ。でもそれってまさに炎上なんですよ。日本人って褒めないんだよ。その時に。村社会だから、自分で目立っちゃうと潰そうとするんです、それはね。これは別に日本人が悪いというよりは、いわゆる国民性ですよね。地域性だと思います。だからそういう意味では、安倍さんって正しく評価されてないですけども、実は安倍晋三っていう人は、僕は政治家というよりは国家戦略家だったと思う。だからこそトランプさんをあそこまで取り込むことができたわけですか？一つね、どこで感じたかっていうと、安倍さんってまず8年8ヶ月やってるんですよ。それは、まあ、長いですよね。G7 で言っても、当時一番フル株だった。はい。ということは一番意見強いです。一番言える。で、彼はその言える立場で何になったかというと、中国対策をしたよね。やはり中国に対して、自分たちは兵器を持たない。戦わない。でも距離はちゃんと保ちながら、いい関係しながら、経済関係とか、日本と中国の地理的関係の中から威嚇していく。それでお互いにいい距離感を保つっていう中国対策をやったんです。それを、もし安倍さんがやらなければ、僕はインドとかね、その当時のオーストラリアとかね、アメリカはもっと中国とぶつかったと思うんですよ。なぜかっていうと、まあ日本のね、沖縄の近海とか、あの辺りにいろいろ島作ったりとかしてたじゃない。中国がね。そういうふうに進出し始めてたので、そこに対してやはり各国やっぱり、もう、これ大変だっていう大騒ぎしてた。そこに対して安倍さんがうまく抑えたんですよ。これはもうすごいことですよ。あとは、トランプのさっき話しましたけども、トランプさんが在任した時に、すぐに彼は飛んでったんですよ。で、一番何やったかというと、通常、こうお話ししててやるじゃん。彼が最初にやったのはゴルフだ。
ゴルフ外交したんですよ。で、というのは何かというと、トランプさんゴルフやる人で、ゴルフやられない方はわかりませんけども、わからないかもしれませんが、ゴルフって相手の性格分かっちゃうんですよ。ワンプレーすると、どういう性格で、どういう戦略で、例えばここで負けてたらイライラするとかね、強気で攻めていくのかとかね、コツコツ行くのかとか、確実に取るのかとか、冒険するかとかっていうのは、全部性格出るんですよ。それを見たときにトランプさんは、いや、安倍はすごいと。もうゴルフの仕方がうまいと。決して上手ではないの、安倍さんって。だけど、ゴルフのその自分の技術に合わせた勝ち方を知ってると。これ見たときに、すごい戦略家だなって、まず本人は尊敬したと思うんです。そこから安倍さんに対して一目置くじゃないですか。で、次中国外交見たときに、いや、この人はすごいと。なぜかというと、トランプさんってもともともう経営者なんです。いわゆる政治家ではない。ビジネスマンなんです。ってことは政治知らないの、実は。トランプさんに政治を教えたのは安倍さんだと思います、僕は。だから安倍晋三を尊敬してたんですよ。トランプさんは一番最初の、なんでそれ分かるかというと、一番最初にトランプさんが就任した時何やったかというと、どんどん軍で攻めたんですよ。はい。北朝鮮にも軍で攻めようとした。ここにも攻めようとした。全部戦うぞやる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 ぞってなったでしょ、それでみんな静かになった。っていう方法をしてました。今どうしてますか？軍使ってますか？使わない。今経済使ってますよね。最初にそのやり方を見た時に安倍さんに注意されたと思う。そうじゃないよ、トランプ。そのやり方じゃないんだ。そういうやり方じゃなくて、自分がやったみたいに兵器で人を脅すんじゃなくて、うまく経済とか、いわゆるその自分たちの地理的条件とか、ね、そういう部分でうまく交渉していくのが政治なんだよってことを教えたと思う。今のトランプさんの関税のやり方とかそういうものは、実は安倍さんから学んだやり方だと思ってる。だからね、これすごく大事なんだけど、トランプさんが就任する直前に、昭恵さんを呼んでるんですよ。メラニアさんが呼んだんだけども、表向きはね、それ、マナーがあるから。でもおそらく僕は昭恵さんを呼んで、わざわざ就任前の何日か前に話をしたのは、自分は晋三の考え方を、ちゃんと安倍晋三の考え方を、受け継いで、武器で戦う政治家じゃなくて、ちゃんと経済を使っていく、経済での戦いを仕掛けていく、いわゆる大統領になりますよってことは、昭恵さんに誓ったんだと思う。だから僕は、トランプさんってそういう意味では、すごく尊敬してたと思うんです、安倍さんを。なおかつやはり彼は、亡くなった時にたくさんの方々がね、国々の人たちがすぐに弔問に訪れるでしょ、そのぐらいは世界中に影響力もあったと思うし、当然岸さんの、飛車子かな孫かな飛車子になるのか。だから、日本の経済界にもすごく顔が効いてるし、岸さんの時代の、いわゆるその政治の時代っていうのは世界とも繋がってますから、経済のね。僕はいろいろな経済協力も世界にしてたと思うの、安倍さんは。表向きは見せないけどね。すごく尊敬されてると思う。その分逆に嫉妬も食らうし、潰しとかんとなっていうふうに思っている人たちもいたから、潰したんだなと思うんです。なるほどね。ということは、話元に戻りますよ。在日米軍じゃないってことはじゃあ誰だ？今の話聞いたら誰がやってそう？一番淡くったのはどこ？そうやられて。中国。そうです。しかないでしょ。だから僕はそう言ってませんよ。彼が言ったんですよ。なんか国の名前言っただけだよね。怖いね。そんな習近平って言ってませんよ。思ってくれ。C 国。C 国ですよ。ただね、これ僕の番組を見てね、みんな言うのは、お前政治番組ばっかりやりやがってと。言う人がいるのよ。今日はちょっと練習していい？安倍さんの気持ち言っていい？ぜひ。安倍さんが僕に入ってきて言う。まずは一個いい？安倍さんはもう帰られた。帰ってます。安倍さんが言いたいのはね、これ霊的な話ですよ。安倍さんが言いたいのは、自分が先にいなくなったとしても、この美しき日本、みんな守ってくれ。この伝統的な美しい日本っていうのは、自分では守りきれなかったけども、その礎を築いてきた人たち先人のためにも、今の日本人の皆さんが守っていくべきだよ。自分がやりたかった政治は、この美しい日本をずっと代々残していくために頑張ってきたんだ。だから、自分はもういなくなったけども、残った皆さんで、ぜひ私の意志を継いで、美しい日本をどこまでも守ってください。それが自分の考え方です。そう言ってます。
だからよく保守っていうふうな言われ方しましたけど、保守ではないんですよ。美しき日本なんですよ。世界にない文化、世界にない考え方、世界にない哲学。これ日本独特の、今外国人が来て驚く、素晴らしい、ファンタスティックっていうこの考え方を消したくないっていう考え方。そこが彼は基本、ずれなかったんですよ。今、降りてきて僕言いましたけどね。これ、安倍さんの思いです。安倍さんはね、言ってたのは、龍神系らしいです。もともと龍神の神様がついてる人で、龍神というのは、もともとの日本の神様です。日本神道のね。そういう神様もついてらっしゃって、本当に日本国っていうのを守るために生まれていた人みたいです。だからそういう方が、最後の最後まで美しき日本っていうところをやっぱり提唱したのは、今亡くなっても言ってくださるのは、そういう意味だと思います。それに対してトランプさんも、いや、そうだよ、心臓っていうふうに思ったんだと思うんです。だからそれはね、どっかの会でも僕政治家若い人たちの話しましたけどもね、皆さんぜひ海外出てみてください。日本がどんだけ美しいかわかります。今 YouTube でも海外から日本にやってきてご飯食べたりとか、日本見て感動する外国人さんいっぱいいます。つまり日本のね、文化って、今みんな気がついてないんですけど、哲学もね。これ消えてしまうと、本当に安倍さんが、ってがっかりするのもわかるぐらい、こんなことをなくしたんだってがっかりしますよ。私たち今ニューヨークに毎月行ってるかわかります。日本ってのは特殊ですよ。特殊ですね。こんなに美しい国ない。インフラなんて昭和30年代、40年代にもう出来上がった国なのに、こんだけ美しく保てるっていう、こんな国ないですよ。それはね。そういう意味では、僕はやはり、安倍さんの考え方は間違ってなかったと思う。あと余談ですけど、虫の音とかが聞こえるのも日本人だけとかって言いますよね。まあ、いわゆる虫の音が聞こえるのは何かというと、向こう彼の国では虫がね、声聞こえてきたら殺しちゃうわけですから。それをね、共存してきたっていう私、文化がある。虫の音の歌なんてあるわけでしょ、逆に言うと虫の音を聞いて、夏だね、秋だねっていう風に感じるお祭りも多いわけでしょ、こんなさ、神羅万象のね、生き物も含めて大事にしようっていう国民ないですよ、皆さん。そういうところはね、安倍さんの思いだったと思います。あともう一個、これもよく言われることですけど、安倍さんと天皇家が仲が悪かったっていう言い方ありますけども、実際それは、今でいわゆるその天皇陛下もね、言ってるわけですよ。彼とは反りが合わないってことは、実際公式に言いました。でもそれは理由があって、愛子様がね、今、生まれた時にね、天皇陛下としてはその時の小泉内閣にお願いをして、いわゆるその女系の天皇がね、生まれる形を作ってくれという形を申し込んだの。で、実は法案通したんですよ。小泉さんは。それを持ってことした時にそれをダメだって抑えたのが安倍さんなんですよ。だから、天皇家としては愛子様が次の女系天皇になることを止められたことに対して納得してないっていうところがね、ある。でも、安倍さんの考えは違うんですよ。いや、そういうことしたら日本の根本が崩れるよ。皇族主義っていう考え方が続いたから美しい日本があると。それが、いわゆる苦元に戻らない、また武士の世界に戻った時の日本は美しかったんですかっていうことだ。なるほど。そこはやっぱり彼の哲学なんですよ。そういうところも含めての考え方です。僕は別に、あれですよ、そういう皇族がどうとか、男の天皇が女性の天皇かっていう意見はないですよ。僕が言いたいのは安倍さんの考え方です。安倍さんがそういうふうに誤解される部分っていうのは、別に男女のいわゆる差別をしたわけじゃなくて、あくまで天皇制っていう考え方の中に美しい日本があったんじゃないの？これが私たちの基本だよね、基礎だよねってことが伝えたかったんじゃないかなと思います。これどこでも誰も言ってないんで僕言ってあげようと思ってる。もう亡くなって死人に口出しなんでね、言えないんで、決してそういうね、右寄りの考え方をしてたとは僕は思わないし、逆に彼リベラルだったと思うのでね、すごく先進的だったし、ね、自分からスーパーマリオになっちゃって、ね、出てくる人ですから。そうですよね。そんなの時の師匠がやらないですよ。それぐらいやはり日本の文化はアニメなんだってこともちゃんと分かれば、じゃあスーパーマリオになりますよっていう。あれはすごい世界でも評価されたね。はい。で、だからいろんなことを憶測言いますよ。水口さんも今回はのろし上げてね、自分のノーボーダーっていう番組のためにやりましたが、あんまり本当は触れてほしくなかったかも、僕は。安倍さんの意見はね。でもそれぞれの考え方ですからいいですけどね。僕は僕の意見で水口さん思いますよ。
そういうことじゃないと思うんですよ。あなたもそうじゃないと思ってると思うけどもね。あんまりそういうエンタメにする問題ではないような気はします。まあ僕らも今後気をつけますけどね。お互い気をつけましょうよ。そういうのはね。僕は落語が好きなんだけど、水口さん最後に言いますけど、落語ってね、何がいいかっていうとね、人を笑う話じゃないんですよ。自分を笑う話なんですよ。落語って。今の漫才とかお笑いって人を傷つけて笑うことあるでしょ？ね、いじめみたいな感じになるじゃないですか。だから僕テレビ見ないんですけども、日本って、これも安倍さんの考え方を僕受け入れかもしれないけど、日本の落語の素晴らしさって、人間の浅はかさを笑うんですよ。人間のね、ダメさを笑うんですよ。自分たちがダメなところを笑いながら、でも同じ人間だけど努力しようねっていう、そこにヒューマニズムが僕あったと思うのね。日本のそのお笑いっていうのも、ある意味エンタメっていうのも、もともとは僕は日本的な美しさがあったと思う。それを今の YouTube とかね、っていうのは僕は崩していってるような気がして、すごく嫌なんです。まあ最近僕も言葉にエッジがつきすぎて二人が怒られたりとかね、するから、僕も人のこと言いませんけどね、お互い気をつけていきましょう。まあ水口さん頑張っていくのは僕応援しますよ。すごく頭のいい方で、小さい時も苦労してるのを知ってますからね。お互いに頑張っていきたいと思います。というわけで、話まとめますが、安倍さんの問題に関しては、僕はその言われていることではないと思うし、入らせないでいただけたらなと思います。安倍さんのご冥福をね、お祈りしながらのお話だったということを分かっていただければ幸いかなと思います。Close your eyes.